思い切って録画ボタンを押してしまいました。皆様よろしく。音楽道場、ご覧いただきありがとうございます。本番が終わった直後なのですが、こちらの曲のですね、本番を弾いた後に和声解析の動画を撮るという、その順番が逆のような気がするんですが、だけど本番前に動画を撮るっていうそこでパワーを使って本番にどうテンションを持っていく。とにかくやっぱ動画一本撮るのにね、とても労力を使うんです。使うので、本番前にはできなかったという次第で、頑張って演奏してきましたが、それはさておき、ここにね、書き込みをしていきたいと思います。三楽章ですね。モーツァルトのソナタ545の三楽章。皆様もね、弾かれる方は多いんじゃないですか。だけど、一癖も二癖もある簡単な短い曲ですけれど、でも素敵な音楽です。迫ってみましょう。音を出してみると、ってなお、ちょっと私テンポ早いかな。というわけで、一楽章と、修楽章であるこの三楽章はもちろん同じ調整の8調調セドゥアですね。ということで間違いないと思います。この方が筆先が見えるかな。よいしょ。どうぞね、書き込み和声解析、皆様のお役に立てたらと思います。ソソミドの音、ここにいるんですけどね、このドの音が第一音、主音となる波長調ですね。で、なんて言ったらいいかな。早速なんですけど、246和声解析法といって、東クラシック音楽道場の、ユニークなところっていうのかな。左手のラの音というのが、なんとね、第6音ということに、なるんです。ララファ、まあ、ラとドとあるわけですけど、ファ、まあ、あえてこの下のバスの音に注目しようかな。するとこのララファ、ここには、ね、第4音と、で、まあ上に6音があるかな。このドミソという、ドミソの、どう言ったらいいんだ。とにかく手話音と呼ばれる音はね、第1音、第3音、第5音というね、ドミソの音でできている。それにちょうど反対が、なんかストラヴィンスキーみたいな音がするな。この246というのは、その落ち着きと対照をなす246の音っていうのから、そこに、抑揚の盛り上がりですね。としてクレッシェンドマークを書いていくというのが、こちらの和声解析の最も面白いところかな。となると、ここで非常に面白いのが、ソソミ、この右手というのはソソミ、このドミソの音でできている。左手の一拍目にこのラの音が現れる。これ一拍目なんです、左手が。私子供の頃全然こういうこと考えないで弾いていた。皆様大丈夫ですか？ソソミファファレドレミドラシドドレミファレドシラソソソミってこの冒頭の音一拍目と捉えてはいないでしょうか？私は子供の頃そうでした。お恥ずかしながら。だけどね、もしそうじゃなければ、まあまあ、とにかく何が言いたいか、このソッソっていうのは青二口としてね、一拍目より前に飛び出している音なんです。だから、こうやって私は学説といってこの線を書きましたけど、ソッソ、これが青二口として飛び出している音である。そしてこの一拍目に録音という左手にね、ちゃんと和声的にモーツァルトがここが一拍目だよって分かるためにあえて録音をねしつらえてるんじゃないかという、そういう拍感と和声感のね、見
事な結合というのかな。246もうちょっと書いていきましょう。すると、音も出しましょう。ここが録音。左手がね、ちょっと大事なんです。あとはもう、まあ先に言おうかな。ファッファー、ファッファー、ミドで、ここでね、4小節経った時に、もう一度同じように繰り返されるのは、同じことですよね。だからここでまた、まあ、4小節ごとのフレーズっていうのは非常に、なんていうかな、非常に規則正しく聴いていて気持ちの良い音楽の流れではないでしょうか。で、もう一個大きいのかな、ドレミドラ、この4小節のフレーズっていうのは強い弱い、中くらいに強い弱いという強弱中弱というね、そういう拍感というかフレーズの持つ抑揚というのかな、そう見た時にもこのファーレソ、この左手の4音ってすごくね、ここ大事な音になってくるわけです。結構ね、左手でこのフレーズ感、和声感を作れる秘密があるのかなというのがこの曲のコツなのかもしれない。ファールですね。で、右手も見るとドレミドラシドと、ここにね、ラドレミ、青二クトからの第6音、ラシドドレミファレドシラソ。こう登っていく途中のレミファレレとかよ。ラシドドレミファレドシラソ。ここがね、書かなくていいんじゃないかな。246は世界石法は全部の246を書くわけではなくて、この要所要所一拍目っていうのはすごく大事です。あるいは折り返しの音とかね、そういった音に、だからなんだ、そうだから、この降りてきた音っていうね、この1、2、この音なんていうのはね、4と6の音ですけど、そんなクレッシェンドとか考えなくていいかなと今、あえて書いて消しておきました。もう一個いよいよ説明しますが、こちらは、どうかね、著作権侵害と起こらないでください。ベーレンライター版というね、やっぱりこちらの、新モーツァルト全集としての価値のある価値というのかな、権威づけ権威であり、あとまあ研究がね、ただの権威主義と思いたくない研究の、行き渡っている音楽だと思います。楽譜だと思います。するとこのスタッカートとなんと後ろの音、なんとね、長めの音になってるの皆様ご存知でしたか？私はこれを見てびっくり。ちょっと準備が甘いままスタートさせちゃったな。他の番でも調べてみたいんですけど、皆様のお手持ちの楽譜どうなってますか？そんな気になる。あれ、大事な楽譜がもう一冊どっかにあるはずだ。どこだここら辺かな。いやー、すいませんね、もう行き当たりばったりでドンと始めてしまって、でもね、この楽譜にもあるんじゃないかな。あるかな。90ページ。あった。よーし、出ました。他の版も見つけました。こちら。やっぱないですね、スタッカート。スタッカートでなし。で、その先カッコになっちゃってるな、この楽譜は。うわぁ。まあでも最初にスタッカートがあるっていうのは、それだけなのか。カッコになってる。すごい楽譜がありますね。また、これ何かというと、これもお見せしちゃいます。この色の楽譜は我々日本人によく見える。よく知ってる。ソナチネアルバム第1巻。なんかいっぱい書いてあります。初版及び初期楽譜に基づく肯定版今井明先生版の、ソナチネアルバム、新しいソナチネアルバムです。やっぱ今井明先生、バトラスコダ先生のもう直々の重要な
直々のお弟子さん、重要なクラシック音楽業界における重要な先生と私は思っております。このクラシックの何たるかをね熟知している先生が手掛けたソラチネアルバムの中にももちろん、ね、というわけでこのチャッチャこの短い音と長い音ね、短い音と左手は長い、ちょっと長め、右手は短め、右手が長い間に左手はで、このアーティキュレーションに慣れていくべきじゃないかな。でいやー、というわけでアーティキュレーションもびっくりでしょう。ソミファッファレ、ここにファッファレ、右手のメロディーにも246がありますね。これもちょっとこうやって書き出してあげましょう。ファッファレ、ファッファ2と4ね。アウフタクトルから始まって左手右手で、よし、どんどん細かく言っていきますよ。ワッファレソシレというね5度の和音でね、下に第5音があるので5って書きますけど、ドミナントって言っていいかな、和声としては。でフレーズが終わっているっていうと、これはてなっていうなんか疑問形っていう風に聞こえませんでしょうか。ドミナントで、短いけどフレーズが終わっていることを半終止と言いますね。フレーズ終わりのドミナントを感じ取りましょう。ドミナントでミソドというね、ド1の和音でね、ここにドってあるから1ってね、この単音で私は最近和声書くのがすっかり好きになっちゃったんだけれど、ドミソの和音で左手のフレーズが終わっている。すると左手はここは前終止というこういう音楽性をね書き出すことができる。そしてそれを演奏するといいんじゃないかな。一瞬のことでいろんなことが起こります。6の音、半終止と前終止言いながら弾くのがね、もう口が追いつかない。で、アウフタクトからの第4音、左手と右手のラシドとレミファレード。このね、左手も5音で終わってますよね。5のドミナントとして終わっているわけです。ドミナントとしてソシレというね、G メジャーというね、和音が見えると言っていいかな。ちょっとあまりに始めるのが雑すぎたかな。急すぎたかな。というわけで、やっぱ5でフレーズが終わってるのは何て言うんでしたっけ？半終止というふうに、こういうふうにね、冒頭の音たちを取っていくことができるかなと。音たちの意味とニュアンスをこれで書き表せたかな。6と4と半終止と4とで6と同じ要領でこのね、終わった音っていうのはこのあんまりね2と4の音だけど2と4だけど特にクレッシェンドは書かないでおくと、勉強のために一応そう言っておきたいかな。ララ、右手がすごいですね。4音6音4音ララレでソシレで終わってるのは半終止でしたよね。でシソドミラソドミソというドミソってことにします。前終止っていうふうにね、言いたいと思うかな。ここは C メジャーの和音でやると。なんでラでドミラーっていうイオン、言っちゃった。A マイナーじゃないのと思いきや、これは、ラは、よいしょ。ドミソの音に入っていないドミソ。ね、後からソが出てきますよね。見えてますか？から1個ずれている台。ずれてるイオンとしてドとラでね。これがサーティンスとかね。このドとソが12度という音程のもう一個上。
これはサーティンスというね、不協和音っていう、扱いにしていいんじゃないかなと。イオンでいいよなんですね。あともうミとラで調べてもこっちの方がなんかぶつかって聞こえるな。12度の1個下のね、イレブンスという音程にもなる。11度、13度、両方いっぺんに出てくる。そういう意味で、ドシラソ。ここでさっきね、G ってソシレって書いたのに、ドの音は入ってないですよね。この時点で説明するべきだった。ソとドは、ね、12度の1個下の11度ということで、ドシラソ。これは、ソとドはぶつかるイオンであるというふうにね、もう言うべきだったんだな。字幕も出ると思います。イオンです。このね、これはもう典型的なイオン、強弱、中弱。伸びてないけど、とてもウィーン的な強弱、中弱。この4つの音の加工に、ここで言いましたよね。4小節フレーズの強。で、2小節目が弱。で、中弱という。フレーズ感とこのメロディーとか同じく強弱中弱というそういうね抑揚を持っているというのがこれぞザ・ウィーンの音楽と言っていいんじゃないかな。バドゥラ・スコダ先生、今日名前出しましたよね。今明先生の先生にあたる、その先生、私のはねマスタークラスを受けました。受けてちゃんとねご挨拶と私の演奏も聞いていただいたり勉強してきました。ベートーベンをね褒めていただいたかな。とにかく、そこで先生にいただいた資料がね今その中に、強弱中弱ということを確かに書かれていた。それがなどこ行っちゃったんだろうな。まずい。でもその心は確かに伝わって今動画となって皆様にも大事な情報がお伝えできてるんじゃないでしょうか。大事なぶつかる音としてね気をつけて、弾くんです。気をつけて弾く。もっと知りたかったらこの先の動画を見ていってください。とりあえずグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。通知設定を常にオンとしていただくといきなり始まる練習ライブ配信など私しょっちゅうやってますのでお見逃しなくご覧いただけます。当チャンネルでは実用和声解析と称して実際の演奏に活かせる和声の勉強をご提示しようとしている次第です。和声をよく分かって演奏したいという方々のピアノ勉強の参考となりましたら幸いです。ピアノのレッスンもスカイプレッスンとしてね、ネットを通じてのレッスン、私は力を入れてやっておりますので、どうぞね、ご興味おありの方はお問い合わせくださいませ。他はこんなところもちょっと読んでおいてください。というわけで、録音と半周子全周という。で、今度は録と半周子と全周子。で、イオンで、ここはね、左手にやっぱり246の音があって、おしまいと。そんなもんかな。ラソファミ。このイオンは、イオンでありながら第6音でもある。ラソファミ。これ、なかなかいい音がして、大事な音がしてますね。246の。で、ファラ4と6。左手の、このやっぱり1拍目としてね、7小節目もこれも第4音、6音。モーツァルトがこの246という音を大事に要所要所に配しているということが言えるのじゃないでしょうか。ノレンバラドセレド。どうしようかノレベララドセレド。この下のラっていうのもこうスラがね、分かれてるから、これドレミファ6音でおしまい。ね、もちろん第1音の、トニカで終わる。ちょんちょん。左手はこの最後1拍目の裏でおしまい。ここでフレーズの終わりという。右手と左手がおしまいがずれる。右手が半周子、左手が全周子。両手がずれて、いろんな音楽性が瞬時にね、表現される。これを本当に上手に弾くのってね、そんな簡単なことではない。この曲簡単なソナタって言われるけれど、それは短いですけどね、
舐めたらあかんと思いますぜ。衛星関西ごめんなさい。6と半周シート。で、6トン、上の音と6トン、おしまいです。というふうに先に続くわけですね。一回ですね、動画を止めさせていただいて、後半に続くということで、下の概要欄に続きがあると思いますが、多分メンバー限定動画になっちゃうんじゃないかな。いろいろね、やっぱりね、大事な動画、ちゃんと、守っていかなきゃいけないので、どうぞ皆様ね、メンバー登録の方もご検討くださいませ。一回前半これで切らせていただきますね。続きをどうぞお楽しみにしていてください。では一回切ります。